今日のもかつは筋肉マン懐かしい金消しに色付け動画シリーズ。昭和の金消しを令和の今塗装しています。今回は往年の9センチサイズのデカ消し第1弾 A 型のスニゲーターをペイントします。水性アクリル塗料で色付けしました。記念すべきデカ消し第1弾、当時のパッケージに同梱されていたブックレットです。丸腰製の正規品で1弾最初のパッケージにはこれが入っていました。実はこのスニゲーター、ブックレットにあるラインナップからは漏れています。後年に発売されたリストでは第1弾に記載されていたので、間違いなくこの弾での発売だったんです。当時物あるあるでちょっとかわいそうな扱いでした。まずは塗装前の状態です。大きな損傷などはありませんが、そこそこ汚れは目立ちます。ペイントには支障ないので、そのままいつもの工程で進めていきました。金消しデカ消しの塗装はおよそこんな流れで下処理から進めていきます。煮沸して形を整え、余計な油分や表面のホコリを取る。ベンジン漬けして過疎剤、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させミスタースーパークリア艶消しを全体に吹き、塗装の下地を作る。そして塗装です。塗装の様子はハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。まずは下地塗装です。今回はメインカラーは隠蔽力に不安のある緑のため、色のりが良くなるようにほぼ全面に塗った形になりました。白シタデルカラーのレイヤー、ホワイトスカーです。水で溶いて薄めた状態で塗りました。広い面積はハケで一気に塗りました。台座にするプレートの下地としても使っています。本格的な彩色の始めはパレホのゲームカラーエスコルピナグリーンです。鮮やかな黄緑、ボディの中心部と耳の部分に塗り入れています。早速下地の白が効いてうまく色が乗りました。赤です。スニーカー部分と口元にパレホのゲームカラーブラッディレッドです。鮮やかな隠蔽力の強いレッドカラー。細かな塗装部は極細筆で丁寧に塗りました。目です。パレホのゲームカラースクイッドピンクを使いました。周りの緑はこれから塗るので多少のはみ出しは気にせずに。そしてメインカラーの緑はパレホのモデルカラーミディアムオリーブを使いました。使用した筆は基本は模型塗装用の面装筆。面積の広い箇所はブラシ、ハケを使って時短させ効率よく塗装しました。今回の塗装で使用した塗料はこちら。シタデルカラーはホビー用の水性アクリル塗料。塗料の食いつきも良く隠蔽力が高いので、下地の色を気にせずに塗ることができます。イギリスのゲーム制作会社ゲームズワークショップが販売しているマットな質感の水性塗料です。パレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。スペインが発祥の水性塗料です。かかった時間は約70分の塗装でした。スニゲーターは悪魔6騎士の一人、ナイルワニとスニーカーをモチーフにした爬虫類超人です。超人強度は400万パワー。コンゴ共和国出身。ワニ地獄を司る超人で、胸の靴紐をほどいて脱皮することであらゆる爬虫類、コモドドラゴン、ワニガメ、カメレオン、ヘビ、エリマキトカゲ、リクガメに変身します。体の一部を失ってもトカゲの尻尾のようにその部位を再生させることも可能。真の姿はティラノザウルスの足です。家にある昔の金消しを片っ端から色分けしていっています。
デカ消しは約9センチサイズの少し大きい金消しで、バンダイの子会社吊り下げ玩具を得意とした株式会社丸越が販売していたフィギュアシリーズでした。各弾約10体、計12弾までリリースされていました。先に広い面積をハケで塗って、その後ディティール、色の境目を面相筆で塗っていきました。ここで台座プレートを上塗りです。パレホのゲームカラーラストフルパープルです。明るい淡い紫のカラーです。白を上塗りします。パレホのゲームカラーデッドホワイト、純白カラー、そこそこの隠蔽力を持っている塗料です。シューズ、靴紐の部分、刃、爪などに。色分けの最後は腕部に巻かれた包帯に、白でも少し色味を変えたシタデルカラーのベース、コラックスホワイトです。少しグレーがかった白カラー。ディティールを仕上げていきます。塗料は水性アクリルのシタデルカラーとファレホを併用、オール筆塗りで色付けしていきました。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアを全体に吹き付け、乾燥させて完成です。台座をつけて塗装後です。今回ペイントのカラーは当時の第1期アニメカラーをイメージしつつ、緑の色分けが効果的にできるようにカラーを選んで塗っていきました。フロントビューからリアビューまで。ということで今回は筋肉マン金消し塗装、往年の丸腰製デカ消し第1弾、悪魔騎士スニゲーターを水性アクリル塗料を使ってペイントしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。